皆さんこんにちは。今日は先日発表された DJI Mini 3 Pro についてご紹介していきたいと思います。これから夏も近づく中で旅行先でドローンを飛ばしたい方や今までとはちょっと違った映像を撮っていきたいという方いらっしゃるかと思います。この動画では DJI Mini 3 Pro の魅力や他のドローンとの違いについて知っていただくのと同時に最新の航空法について知ることでどんな場所でドローンを飛ばすことができるのか、そして申請や許可はどのように取っていけばいいのかをご紹介していきたいと思っています。初めてドローンを購入される方の参考になればと思っていますので、ぜひ最後までご覧ください。それではやっていきましょう。まずこちらですね、Mini 3 Pro のトップ画面を見ていただくと分かるように、手のひらサイズの機体になっています。これは全モデル DJI Mini 2のデザインを踏襲しつつバージョンアップしたデザインですね。DJI Mini 3 Pro は 249g の超小型ドローンでありながら3方向の障害物検知、4K60fps の撮影、SNS にも最適な縦向きの撮影ができるなど、持ち運びが便利なだけでなく、プロレベルの映像を撮っていくことができるモデルです。また、小型のドローンではどうしてもそのサイズの問題からバッテリーのサイズも小さくなってしまい、飛行時間も短くなってしまうんですが、標準のバッテリーでもなんと34分、別売りのインテリジェントフライトバッテリープラスを使うと47分の飛行が可能になるという、このサイズでは本当に考えられないぐらいスタミナのあるドローンなんですね。そして画質について、モデル名にプロがついているだけあって、カメラの性能も左右するセンサーのサイズも 1.3 分の1センサーで HDR 撮影を撮影できるという高品質のドローンなんです。さらに3方向障害物検知、これは前後、あとは下方のビジョンセンサーで障害物を検知してくれますので、初めての方でもとても安全に飛行することができます。以前のミニ2では下方向のセンサーだけだったので大幅なアップデートですね。ただ、横方向のセンサーっていうのはついていませんので、この点だけはお気をつけください。ではここでその他の DJI のドローンとの比較を行っていきましょう。まずは機体の比較と価格についてですが、本体単体での価格は 92,400 円と同クラスもしくはそれ以上のプロモデルと比較しても非常に手頃な価格で導入できる機体です。DJI Mini 3 Pro には3種類のオプションが選択できるようになっておりまして、機体単体で 92,400 円、プロポと呼ばれるですね、標準のコントローラー付属のモデルで 106,700 円。こちらのコントローラーはディスプレイがついていませんので、携帯などを装着してドローンの映像を確認できます。最後に DJI RC というディスプレイ付きのプロポ付きのモデルで 119,900 円となっています。つまり 92,400 円のオプションはすでに Mavic シリーズなど付属するコントローラーをお持ちの方がですね、本体だけで新しいモデルを追加したいという時に選択するオプションとなっています。そのため今回全く初めてのドローンの購入という方は標準のコントローラー付きの 106,700 円のオプション、もしくは 119,900 円の基礎付きコントローラー DJI RC が付属した、このオプションを選ぶといいと思います。続いて映像の性能について見ていきましょう。この映像性能ですね、4K60fps ですから、Mavic Air 2と同等の解像度、これが 4K60fps ですね。さらに素晴らしいのは、レンズが F1.7 というですね、非常に明るいレンズになっているという点です。この絞りというのがですね、表すのは何かというと、暗いところで撮影ができるか、そうでないかという点になります。もちろん撮影自体はできるんですけれども、暗所というのはですね、どうしてもノイズが出てしまうんですよね。私が以前 Mavic Air 2で撮影した際にこちら撮った映像なんですが、このような暗い時間での撮影は映像に荒さのようなものが出てしまうんです。一方でこの最新の DJI Mini 3 Pro は非常に暗所に強いですから、同じような暗い環境でもこれだけ明るく綺麗に撮影することができます。続いて2つのアクセサリーをご紹介していきます。フライワーキットはバッテリーが2つ、充電器が1つ、予備のプロペラが2つついていますので、長時間撮影を行いたい方に
非常におすすめですし、バッグもついていますので、こちらに DJI Mini 3 Pro を入れて持ち運ぶことができます。DJI のドローンバッグは非常によくできていて、とてもコンパクトに収めることができるので、この価格でバッグ、充電器、プロペラが購入できるとなると非常におすすめです。ちなみにバッグはですね、こんな風なサイズ。これは Mavic Air 2のですね、バッグなんですけども、非常に良いバッグですね。続いて ND フィルター。こちらは何かと言いますと、明るい DJI Mini 3 Pro にサングラスをかけていくような製品になります。さっき明るい方がいいって言ったのに、なんであえてサングラスをかけるのよって思われた方もいらっしゃるかもしれないですが、日中太陽が昇り、非常に明るい時にはですね、太陽を見るときと同じようにドローンも眩しくて、瞬きをたくさんしなきゃいけなくなっちゃう状況になるんですよね。この瞬きをするというのはどういうことかというと、これはシャッタースピードというんですが、非常に短い間隔で映像を細かく撮っていくことになります。つまり滑らかではないカクカクとした映像になり、水や雲のような動きを撮るときに不自然な映像になってしまいます。このような時にこの ND フィルターをつけると、太陽の光が強い時でも滑らかな映像を撮ることができるんです。最後にコントローラーについて見ていきたいと思います。標準のセットオプションについている RC-N1 と DJI-RC、さらに DJI Mavic 3 Pro のコントローラーの比較になっています。DJI-RC は比較的手頃な価格ながら、性能は非常に高く、何よりもディスプレイがついていることが魅力です。実際に撮影を始めてみるとわかるかと思いますが、ドローンの操縦を行うときには様々な準備が必要になるんですね。機体のプロペラのセッティングをして、ボタンを押して、さらにコントローラーの電源を入れて、さらにその後、携帯をセッティングするとなると、撮影ができるまでに結構な時間がかかってしまいます。この DJI-RC は液晶がついていますので、わざわざ携帯を取り付ける必要がありませんし、このコントローラーの中には OS も搭載されているので、手元の操作画面を録画するなんてこともできちゃいます。ということで DJI Mini 3 Pro のオプションの選び方とアクセサリーについてご紹介してきましたが、この3つを購入するとなると一式で106,700円プラス29,400円プラス5,830円で141,930円となります。これはちょっと高いなという方は、無理に全部揃える必要はありません。ND フィルターは実際使い分けが最初難しいと思いますし、何度も飛ばしていくうちにですね、適切なフィルターを選べるようになるので、必要になったら買い足しをするというのもいいのではないでしょうか。また、プライマーキットに関してもちょっとした映像をただ気軽に撮りたいという方であれば、最初から購入はいらないかもしれませんね。とはいえ、もっと気軽にドローンを楽しめる機種はないのかとお探しの方もいらっしゃるかと思いますので、最後にミニシリーズのもう一つのモデルをご紹介していきます。このミニ3 Pro の前にですね、ミニシリーズには DJI Mini 2というモデルが存在しています。こちらのモデルですね。このモデルは 59,400 円で本体が購入できますので、まず始めてみたいという方には非常にぴったりだと思います。手頃な価格にもかかわらず 4K での撮影ができるので、このモデルで十分という方もきっといるかと思います。この DJI Mini 2は前方と後方のセンサーがついていませんので、しっかりと目視でドローンを確認しながら安全に気をつけて操縦をしていきましょう。ということで今回は DJI Mini 3 Pro をご紹介してきました。次は実際ドローンってどのように飛ばすことができるのか、どこでも飛ばすことができるのかという質問についてですね、お答えしていきたいと思います。